はい、さて今日紹介するのはこちら西野 ND フィルターの新しい Swift VND ミストキットっていう、これまであったトゥルーカラーバリオっていう、バリアブル ND フィルターあったじゃないですか。なんかあれを拡張できる、キットみたいなのでちょっとねまだ未開封なんですけど、これから早速こいつを開封しながらね、ちょっと見ていこうかなと思います。でその後ねちょっとフィールドテストなんかもやっていこうかなと思うんで、まずは開封なんですが、俺ねこういうのね大雑把な人間なんでバリバリとね、みんなねおしゃれに開封動画とか撮るじゃん。雑だからさできないんじゃないよいしょ。箱はこんな感じです。なるほどね。はいはいはい。ちゃんとねこういったフィルターケースに入ってますね。中身を出していくと何かしらのフィルターと何かしらのフィルターと、これがね前紹介したトゥルーカラーバリオですね。この ND フィルターで、これね僕ね思うんですけど、確かに西さんこういうケース、これもね持ち運びにはすごい便利なんですけど、僕ね個人的に欲しいのはこれ ND フィルターのこの前のなんていうの、この蓋というかケースあるじゃないですか。後ろを守るやつが欲しいんですよね。なんかこう後ろもカポってつけられるようなやつがあるとすげえ嬉しいんだけどな。いやほんとねこのね西野トゥルーカラーバリオは色ムラも少ないし、僕すごくおすすめはしてたんですけど、ただねここ最近ぶっちゃけこっちのね別の ND を使うことが多かったんですよ。そう、このトゥルーカラーバリオ1から5ストップまでしか対応してないんですよ。こういった F1.2 とか、F1.4、F1.8、僕単焦点を使うんで結構ね F 値がこう低いものが多いんですけど、それだと5ストップの方まで、もう要はマックスまでこの ND の濃度を濃くしてもベース ISO 感度で取ろうとすると露出オーバーになっちゃうってことがあったんですよ。なのでこれ以上の上の ND とかになってくるとだいたい5から9ストップあるやつ、それをね、使わないと結構厳しいんですけれども、この固定 ND フィルター、これが4ストップの固定 ND フィルターになってるんですけど、これをこんな感じでカポッと、これだけでいいんだ。なんかこうネジネジする感じじゃなくて普通にこうキュッとはめれば、これで要は固定 ND フィルターで4ストップで、可変 ND フィルターがこれ1から5ストップまであるんで、これをつけることによって実質5から9ストップまでいけるっていう。いやなるほど、そういうことだったんですね。なんで出ないんだろうと思ってたんですよ、この上が。でさらにこれだけじゃなくて、この Swift VND キットっていうのはいろんなフィルターをどんどんアドオンしていけるっていう。これだから今、バリアブル ND フィルターがついてて、固定 ND がついてて、ブラックミストをさらにこの上によいしょ、ほらこんな感じでどんどんね重ねてはめていけるって感じですね。これめっちゃ便利そう。言ってもでも僕気になるのは、こうやって本当何枚も何枚も重ねていった時に色ムラとかが出ないのかとか、あとはゴーストとかフレアですよね。そのあたりをねちょっと今日は検証していきたいなと思います。すごいな。ちょっとねこれがベース ISO 感度今640度、F1.4 で撮ってます。ここにコンと、すごい。これで今5ストップ状態。ここにミストフィルターをさらにアドオン、よいしょ、つけるのすごい簡単。絵も一気に変わったね。エモいですよ。はい、というわけで、いろいろね、この新しい西野 Swift VND を試してきました。いや、ほんとね、この Swift システムっていう、フィルターをカポッとはめて重ねていくシステム。これね、ほんと使い勝手が良かったです。マグネットとかで強力にピタってくっついてるっていうよりは、はめてるっていう感じなので、この
こうはめた感じがね甘いと最悪ポロっていっちゃうことも、可能性としてはあるかなとは正直思いました。もう一点、これはね SWIFT システムの問題ではないとは思うんですけど、このねレンズキャップがとにかく外れやすすぎるんですよ。これちょっとね個体差なのか何なのか分かんないんですけど、とにかくね緩いんですよ。なのでこれはね西さんちょっと改善してほしいなっていうのは正直思います。で一番気になってたのは、こうやってフィルターをこう何枚も何枚も重ねてつけた時、フレアとかゴーストの出具合はどうかなと思ったんですけど、見てもらうとねこんな感じなんですけれども、そうですね、結構出てるっちゃ出てるかなという気はします。こればっかりはね致し方ないのかなという気はしつつも、これは正直好みが分かれるところかなとは思いました。で僕はね結構ねレンズフレアレンズゴーストっていうのはそんなに嫌いじゃないんですよね。それこそレンズのキャラクター、ヴィンテージレンズとか使ってる人もそうだと思うんですけど、レンズって確かに最近のものはめちゃめちゃ高性能でゴーストもフレアも出ない、出にくいものが多いとは思うんですけれども、ただレンズってそれだけじゃなくて、僕そのキャラクターがすごい重要だと思うんですよ。だからオールドレンズを使ってる人っていうのも、そのキャラクターが好きだから使ってると思うんですけど、これもねそういうものだというふうに捉えればいいんじゃないかなっていう気はします。で気になってた色ムラ色かぶりも今回検証してみました。でフィルターがない状態と3つそれぞれフィルターがついている状態で、比べてみたんですけれども、なので厳密に露出がぴったり合ってるってわけではないんですけど、でもね、一目瞭然でまず PMVND は、大きく色かぶりしてるかなと思います。フィルターをそれぞれ装着した状態を見ても大きなね色ムラっていうのは、起こってないかなと思います。西の固定 ND をアドオンした状態、これレンズの前に実質3枚フィルターがついているっていうことになるんですけど、それでねこの状態っていうのは非常にやっぱりパフォーマンスが高いんじゃないかなと思いました。で次に、僕が今回ね使わせてもらったのが、ミストキットっていうことで、ミストフィルターが入っているものになるんですけれども、このミストフィルターはですね、4分の1っていう、規格濃度、フィルターのね4分の1とか8分の1っていう規格がねなんかよくわかんないんですよね。いろんなメーカーからこう8分の1だ4分の1だとか 0.5 だとかって出てるじゃないですか。これ並べて比べてみるとなんか同じ数字でも全然こうミストフィルターのかかり具合が違ったりするんですよ。なので今回ちょっとね調べてみました。西のこの4分の1と8分の1、さらにティッフェンの8分の1と、あとは健康の 0.5 ってやつですね。ティッフェンの8分の1と西の8分の1、数字は同じでもこれだけ違うんですよ。さらに西の4分の1と8分の1を比べてみるとこんな感じになってて、4分の1はねかなりがっつりと、このミストフィルターの効果っていうのが、絵に出てくるかなと思います。僕は結構ミストフィルターを常用することが多いんですよ。なのでできれば本当にちょっとかかってるっていうのがなんかアナログ感というか、ヴィンテージフィルムルックというか、いう感じがして好きなので、基本的には8分の1ぐらいだといいかなっていう気がするんですけど、このミストキットに入ってるのは4分の1なんですよねなので8分の1っていうオプションが正直欲しかったなっていう気はします。はい、というわけでね、このねミストキットいろいろ使ってきたんですけれども、最後にね価格も比較したいなと思うんですが、これだけいろいろついて56,100円っていうのは結構ねいい価格かなというふうに思います。 PMVND だと 82mm の径で1個33,000円するんですよ。でこれを2つ買って66,000円で、さらにティッフェンとかのねミストフィルターを買おうとすると 28,500 円となっているので、トータルで 94,500 円もするんですよ。そう考えると、同じセットが買えてで 56,100 円ってなってくると、これはね結構お買い得なんじゃないかなというふうに思います。すでに西のねトゥルーカラーバリューをお持ちということであれば、アドオンキットっていうのもあるんですよ。アダプターリングと固定 ND とミストフィルター、この3つがセットになってるやつ、そういったのもありますし、単体で売ってるこのね固定 ND、 これだけはね本当あった方がいいと思います。とにかくフィルターとしての性能はピカイチ高いですし、この SWIFT システム、これもねほんと使い勝手が良かったです。このねキャップだけは本当なんとかしてほしいなと思うんですけど、それを除けば本当使い勝手がいいこの SWIFT システムは。というわけで、本日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。ピース。
これ買うの？今日買います。本当かよ。固定な ND を2枚買います。こっちじゃない、これか。はい。これね。これ今あれでしょ、トゥルーカラーバリュー2枚持ってるからってことでしょ。そうです。いやそれ絶対正解だと思う。いやこれいいわ。これも買おう。